ほい、どうもゴンです。ということで、今回はこちらのバントコーナーを紹介したいと思います。こちらの機ですが、8月2日の MO リーグにおいて、見事全勝を果たしたリストですね。新カードが軸の面白いデッキなので、今回はこちらをピックアップしてみました。コーナーは第2メインフェーズの開始時にタップ状態の場合、パーマネントを何でも手札から出せるというカードで、以前から機体と合わせて試されていたのですが、どうしてもカジュアルデッキの域を超えられませんでした。そこでクオンの中端でセリーマ号が登場して、一気に競技レベルまで強化された形となっています。セリマ号は3マナの宇宙船で、出た時にライブラリーから伝説の生物を1枚持ってくることができ、さらに配備で生物をタップすることができるので、これ1枚でコーナーとのコンボを完結できるようになりました。いろいろな形が考案されているのですが、こちらは全地から無限コンボでそのターンに勝つ形になっていますね。基本の動きはコンボで全地を出した後、マラングガオの姿勢とゼルが合計2枚あれば、6サーヌを出し続けて無限ダメージが入るという動きになります。全地が出せない場合でも単純にマラングガーの姿勢でのビートプランも取れ、さらにコンボでそのターンに勝てるので、個人的には結構好みのリストですね。また蓄え放題やドラゴンの嵐で必要パーツを集めやすくなっていて、特にドラゴンの嵐は手札に継続できるコンボパーツがない場合でも、マラングガーの姿勢からどんどんとドローを進めてコンボをつなぐことができ、デッキにかなりマッチした1枚になっています。また6サーヌも必須のコンボパーツではあるのですが、セリーマ号から持ってくることができ、マラング川でセリーマ号をバウンスすることで必要パーツを全て持ってくることができますね。はい。ということで今回も BO3 ランクマッチで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら5手。まあコンボパーツは全地だけではありますが、蓄え放題とドラゴンの嵐があるということでキープしていきましょう。まずは情報ランドから全地、ただこれ見せたくないですね。相手これ青白ランドから入ってるんで、まあコントロールの可能性が割とあるということで、まあ、ちょっとデッキをばらさないという意味で全地は、手札にキープしてる感じですね。さあただ相手テゼレット、これはあれか、青白アーティファクトですね。さあマイナス3から、なるほど。まあ、おそらく合成機だとは思いますが、さあまずは蓄え放題からセリーマ号を当てていく。ただ白マナがない。白マナがないので、ここはドラゴンの嵐行くしかないですね。テゼレットを、まあ、バウンスしても特に意味がないということで、嵐から入っていきましょう。土地引かず、まあ、ジルは1枚で OK なんで、墓地に落としていきますか。さあ、できれば次のターン、白マナを引いていきたいですね。ちょっと動けないので、まあ、白マナかドロースペルかな。さあ、相手は歩行機械。まあ、これテゼレットででかくすることもできると。引かず。であれば、まあ、ジルで一旦歩行機械をバウンスしますか。白マナさえ引ければ一気に動いていくことができるんですが、どうでしょう。さあ相手は5マナ目からアルテマ。また珍しいカード出てきましたが、アルテマって確かそうですね、攻撃するとこっちの土地が無色マナになっちゃうんで、ただここで平地引く。ギリギリ耐えたか。改めて攻撃されちゃうと白マナがね減っちゃうんで、セリーマ号が出せなくなってたんですけど、なんとか間に合いましたね。セリーマ号からコーナーを持ってきて、でこうなるともう次のターンに、コンボが決まっていくということで、なんとかなるでしょう。まあただドローソースがちょっと欲しいかなという感じではありますね。さあ相手合成機が出てくる。まあ継続してこのターンに3マナ、以上のアーティファクトが出せるかどうか。ただ追加の土地に置いたので、まあ歩行機械でも能力が誘発するようになりますね。網、なるほど。さあ網を出されるとトークンが出ながら、こっちのクリーチャーも封じられていきますね。これどうするか。テゼレットが倒せないので、
ちょっとめんどくさい状況。そしてアルテマで、こちらの土地が無色土地に変わっていく。これほんとね、平地引くの一旦遅かったら死んでましたね。で、一応テゼレットで、はい、アルティマをワンタップしていくと。うん。まあ、とりあえず全地出していきましょう。相手に2マナ立っていますが、まあ、カウンターを警戒しなくていいかな。さあ、網を使ってくる。セリマ号で、コーナー配備して、そして全地を出す。で、一応全地もう一回出していきましょう。破壊されるとね、あれなんで。さあ、そしてドラゴンの嵐。ここで、まあ、継続できるかどうか。お、いいですね。さあ、失勢引けたのは、だいぶでかい。まず6サーヌいきますか。というか、まあ、これもう勝ってますね。6サーヌと、マラング川の失勢、ジルが揃ってるので、まあ、相手がその、除去を持ってない限り、勝ち確の状況ですね。もうこれ無限ダメージが飛んでいくと。ここで投了と。いいね、採用いきましょう。まあ、相手は大城アーティファクトということで、とりあえずアーティファクト破壊は入れていく。で、まあ、あとティシャーナも入れておいて、OK かなと。相手多分そのインスタントタイミングの除去はあんまり入っていないデッキなので、まあ、学士は入れなくてもいいかなと。何抜くか迷いますが、氷魔法の秘宝はまあ別になくてもいい相手かな。あとピナクル1枚ぐらい抜いてもいいかなと。これでいきましょう。さあ、一歩目勝って2試合目。これ、まあコンボパーツだけ揃ってるハンドですね。まあ一応キープしていきますか。セリーマ号からその、コーナー以外をね、持ってくることもできるということで、ティサーないですね。ドラゴンの嵐は欲しいんですけど、まあ現状青マナがないっていうのがちょっとネックではあるかなと。まあただセリーマ号から、コーナー、全地と繋いでいくのがもう決まっているので、青マナは特に今は関係ないかなと。最低合成機出していく。1枚トップ。そしてセリーマ号2枚目。うん。とりあえず、まあ、バウンス系のカードがないということで、とりあえずジルですかね。ロックサーヌはまあ、後で大丈夫なので、無限継続をするために、バウンスカードが必要ですね。さあ、4マナ目構えてくる。構えてくるのはもう、完全にカウンター構えなんで、まあこっちもその、ティシャーナがあるので、相手のテゼレットとかに、対応するために構えていってもいいですね。まあただ相手分水庫あるんでね、相手だけ動けるのが、ちょっとめんどくさいところであるかなと。さあ、5マナ目。もうこれで動いていきますか。まあ正直ね、このマッチアップでティシャーナ構えは弱いということで、6マナ目は正直欲しいので、セリーマ号が一番いらないかな。まあセリーマ号は1枚あれば OK ですね。多分セリーマ号を破壊できるカードは相手、どうだろう、入ってるのかな。さあ、土地が伸びていきますが、まずは1点から、なるほど、なるほどというか、ウギン。アーティファクト全振りじゃないのか。合成機入ってて、合成機、まだ誘発してませんもんね。こうなるとちょっとプランが崩れますね。一応ティシャーナあるんで、あれですけど。まあ、ジルで一旦バウンスするか。ウギンバウンスして、で、もう一回、ウギン出してきたらティシャーナ使っていく。かな。まあできればね、その、相手にマナを使ってほしいので、前半の動きからすると、カウンターをね、持ってる可能性が割と高めということで。さあ、ただ合成機2枚目。こうなると合成機プランも取れていくと。なんか合成機と無色ランプが組み合わさったようなデッキですね。
さあ、スクライは2枚トップですね。さて、どうするか。お、セリーマゴを引く。これはセリーマゴを引きますか。さあ、ここ、セリーマゴは通していく。ロクサーヌ、もらいますか。一応これで、コンボパーツは揃っている状況ですが、たださすがにここで、まだコーナーを出さないですね。相手がもう完全に構えてるんで、まあ、カウンターなのか、ティシャーナなのか、って感じですけど、まあ、もしくはブラフの可能性も全然ありますけどね。相手噴水庫持ってるんで。まあ、どれかはわからない。さあ、エルドラージ指定で魂の洞窟。そして、半銀河の残留。4マナでキャスト、ワープか。あくまでもカウンターを構えていきたいっていう感じですね。ここにティシャーナ使うかどうかですけど、結局使わないと、ウギンが出てくるんで、使わざるを得ないか。こっちじゃなくて、はい。こっちの誘発を消していくと。いや、ウギン出てくるんで、さすがにこれいかないとダメですね。さあ、ティシャーナで、残留の能力を消していきましょう。さて、8マナ。まあ、ただここはコーナー、いきますか。一応先にクリーチャー化しておくと、コーナーも破壊不能にすることができますね。破壊はされないんですけど、さあどうでしょう。まあ、クリーチャー化することによって、そのセリーマ号自体が破壊される可能性もね、出てくるんですけど。さあ、攻撃はせず。ティシャーナか。ティシャーナでコーナーの能力を消していく。こうなるとちょっと、相手のペースになっていきますね。まあ、あと2マナあれば、全治素出しもありますけど。さあ、ただ、ウギンで、はい、コーナーが飛ばされていく。あとはこのウギンを、さっくり倒せるかどうかの鍵になってきそうですね。さあ、追加4マナから、網の場合は、まあ、スリーマゴが止められて、ただ、ここでコーナー。これ相手フルタップなんで、決まりますね。これ勝ってるね。勝ってますね。さあ、なんとか、相手の、まあ、妨害をかいくぐって、コンボを決めていくと。さあ、コーナー、タップから、まあ別にこれ殴らなくてもいいんですけど、もう勝ち確ですね。6サーヌ出して、ラングガの失勢で、ジルと6サーヌをバウンスして勝つと。さあ、全治を出して、6サーヌ、ラングガの失勢ですね。まあというかあれか。もう勝ち確なんで、ウギに殴るより全部プレイヤーに来てた方が早かったか。まあただ時間がかかるコンボじゃないんで、仮に相手が投了しなかったとしても、さっくりとね、勝っていくことができますね。さあ、バウンスはジルと6サーヌ。から、ドラゴンの嵐も帰ってきて、はい、これ同様と。GG。さあ、やっていきます。こちら先手。蓄え放題がある。まあ、キープしますか。蓄え放題から、土地持ってきて、で、セリーマ号コーナー全地までいけますね。あとは4マナ目が引けるかどうか。相手はワンマニガン。さあ、ということで、とりあえず、青白ランドから置いていく。まあ、青白ランドを置くことで、相手にデッキをぶらせることが、一応ね、できますね。さあ、相手は才能から、まあ、エスパーバウンスですかね。3マナ目が欲しいので、
ただここ超宝ランドでいいかな。最速を狙っていくより、確実に4マナーまで伸ばしていきたいかな。まあその次のターンセリーマ号から入るよりも、超宝ランドプラス蓄え放題で入る方が安定性はありますね。さあ、ただ相手結構いい回り方。さあ、蓄え放題から、4マナ目ですね。4マナ目持ってきて、で、超ホランド。ピナクルは、まあ一旦持っててもいいかな。ちょっと相手がブンブンだったら、あれなんで、一回ピナクルから入るのもいいかなと。さあ、6点入って残り10点。これはピナクルから入りますか。止まってきてるので、まあおそらくキリンでしょう。さあ、ピナクル。まあこれね、エンチャントが追放できないのがネックではあるんですけど、まあ一応この相手のクリーチャーは全て追放することができますね。で、おそらくキリンが、はい、出てきて、まあなんとか、コンボで勝つ方が早い気はしますが、どうでしょう。さあ、残り8点。そして、セリマゴを出していく。一応ジルとロクサーヌどっちとも必要なので、まあ一旦ジルから行くんですが、まあセリマ号がある状態ということで、全地からのマラング川で、セリマ号をバウンスすることによって、ロクサーヌも持ってくることができますね。大体2マナあるんですけど、まあ一般的な現在のエスパーバウンスのリストであれば、インスタント除去、まあおそらく少ないはず。まあというか、ここがもう行くしかないですね。さあ、セリマ号、コーナーを配備して、生き残れば、全地が決まっていく。はい。さあ、全地出してからの、まあ、マラングガの姿勢で、セリーマ号をバウンスして、ロクサーヌを持ってくると。まあ、なんでも、まあ、これ投了と。GG。さあ、相手エスパーバウンスなんですけど、サイド後は多分、勝利の隠し入れておいた方が安心かなと。まあ、相手がこっちのターンに動いてこれなくなるんで、あと、1枚ぐらい抜きたいですが、まあ、ジルは減らしてもいいか。まあ、基本的にセリーマ号から持ってこれるんで。さあ、1本目勝って2試合目。これはまあ悪くないですね。コンボパーツ、まあ全地を持ってくる必要はありますが、蓄え放題とドラゴンの嵐が3枚あるということで、さあ、相手は、まあここも争いの才能からスタート。お、ジルもいいですね。さあ、コンボパーツがどんどんと揃っていく。まあ、あとは相手がドブんじゃなければという感じではありますが、始まりの街から恐怖。うん。ここはまだ1点。先にドラゴンの嵐を置いておきたいかなと。超ホーランドでいいか。4マナまでは、そのアンタップインでね、置いていきたいということで。さあ、そして、ショックインから、ここはコスモグランド。これバウンスするかどうか結構悩ましいですけど、先にセリーマ号かな。バウンスから入っても結局その相手次のターンコスモグランドプラス、争いの才能が見えてますからね。さあ、コーナー持ってきて、で、相手がそのトークンを並べてくるのであれば、まあ、ピナクルも刺さっていきますし、あとはまあ、こちらが全地を引ければという感じなんですが、どうでしょう。全地さえ引ければ、もうすぐ勝てそうではある。さあ、ラシャの才能からトークンが出て、さらに才能、もう全体強化ですね。まあ一旦これピナクル行くしかないですが、
うん。コーナからのピナクルかなの方が良さそうですね。うん。次の段相手2枚行動してもコスモグランドパワー4までしか上がらないんで、さあピナクル出して、相手のクリーチャーをすべて追放していく。いや、あの状況でもね、本当は全知があったらもう勝ってますからね。そう考えると、かなりやばいコンボデッキ。さあ相手もなかなかブンブンですが、どうでしょう。あ、ただコスモグランド2枚目だと、全部持ってますね。これは、しょうがない。これはドブンでしたね。GG。ちょっと考えたんですけど、ガクシより、どうですかね。ティシャーナ入れてた方がいいかな。多分相手インスタントタイミングであんまり動いてこないんで。さあ、1勝1敗で3試合目。これ、さすがにマリガンかな。超ホランドあるけど、いや、キープできるか。超ホランドから入って、ドラゴン鳴らしでルーティングできて、で、まあ、失勢でもルーティングできるから、まあまあまあ、やってみますか。セリーマゴ、いいですね。さて、相手は、まあ、必ず才能から入ってくる。さあ、ドラゴンの嵐から、まあ、全知が欲しいですね。全知は引かず。まあ、ただ1マナ除去は、まあ、全然いい方かなと。さあ、3ゲーム目も相手、なかなか、ブンブンしてますね。こうなるとね、ピナクルが欲しくなってきますが。蓄え放題。うん。まあ、とりあえずコーナー持ってきましょう。セリーマ号からのコーナー。これで次のターン、コンボは確定ですが、全知がまだない状況。さあ、メインキリン。これはマジでブンブンしてますね。ピナクルが欲しい。ピナクルさえあればという感じではあるんですけど。さあ、さらに6点入っていく。全知は引かず。一旦マラング川出しますか。マラング川出して、相手のトークン飛ばして、で、まあ飛行のブロッカーもできますしね。さあ、トークンを飛ばしていく。うん。セリーマ号は、配備はせずですね。さて、ここから耐えれるかどうか。殴ってくる。まあ、除去がある可能性は全然ありますけど、ブロックせざるを得ないかな。ああ、なるほど、そうっすか。さあ、キリンでピクシーバウンスして、さらに、出し直し。うん。なんかほんとピナクルさえあればっていう展開ではあるんですけど、まあこれは仕方ないですね。まあもう一回これ全知チャンスあるんで、土地、うん。全知さえ引ければ。お、全知引く。これは繋がりそう。さあ、ということで、セリーマ号で乗って、これ殴って OK ですね。フルパンから11点通って、全知を出していく。からの、まずはドラゴンの嵐。おっと、ただ何も引かない。さあ、蓄え放題。ロックサーヌ落ちちゃうけど、まあさすがにマラングガーですね。マラングガーでこれ、もう盤面がすっきりするんで、さあマラングガーの姿勢と、セリマゴ、バウンスしていきましょう。まあロックサーヌがね、落ちてなかったらこのターンにもう勝ってるんですけど、まあ落ちちゃったのはしょうがないですね。バウンスがなかったんで。さあドラゴンの嵐。ここからは、まあ、ラング川をぐるぐるしていく形になりますね。さあ、セリマ号からジルも持ってきて、うん。まあ、あとはマラング川をどんどん並べて、で、相手のパーマネントをすべてバウンスしていくという形でいいかなと。さあ、さらにマラング川。まあ、相手がそのサイドから全体除去とか入れてない限りは、
もうマラングガを並べるだけで勝つことはできますね。全治いらなくて、まあ、ただ相手が一応全体除去を入れてる可能性もね、考慮しないといけないですね。さあ、あとはどうするか。まあ、ある程度クリーチャーを、手札に残しておいた方がいいのかなと。さあ、相手のパーマネント全部バウンスして、あとは、まあ適当にやっていきましょう。さあ、さらに2ドローから土地はいらない。で、まあ、ラングガワ出して、まあ、これで全てバウンスが完了と。まあ、ジルは戻しておきますか。まあ、マラングガは1体ぐらい手札に残しておいてもよかったですが。さあ、これでターン渡していきましょう。さすがに大丈夫でしょう。さあ、残り8点。はい。さあ、相手いなくなってますね。まだいるのかな。ここでもう止まりますよね。まあ多分ここで爆発すると思うんで。さあ、砂時計0の状態で、あれ爆発しない。これいるんかな。まあいいや。さあ、殴って、買っていくと。オーケー。いや、いいですね。気持ちいいデッキ。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。